顔が老けて見える原因は目の印象が 84% もあると調査により判明しました。皆さんこんにちは。ダイエット専門トレーニングゆきこです。できることならいつまでも若々しくいたい。女性なら誰でもそう思いますよね。しかしエイジングケアと一言に言っても顔のたるみ取りだったり目の工事が取りだったりたくさんの方法が世の中にはあり、一体何から行えば最も効果が上がるのか、この判断が難しい部分でした。2019年に行われた男女約1200人を対象とした人の印象に関する調査によると、顔は第一印象に 71% 影響すると分かりました。顔の中でも 84% も影響すると分かったのが目なんです。ということは、顔を若々しく保つには目の印象を改善するのが最も効果的というわけです。しかしながらそのために目を含めた顔に皮膚を引っ張るマッサージをする美容法は、その時はむくみが取れたりするので効果はありますが、終局的に皮膚が伸びてシワを作るリスクが高い美容法でもあるんです。ですので今回は皮膚を引っ張らずに目をパッチリさせる方法をご紹介します。プラスアルファ目だけ行って他は何もしないより同時に顔のたるみも解消すればもっと若々しく見えることができます。そこで今回は以前の動画でも好評だった舌が落ちすぎることによる顔のたるみケアを同時に行い、さらにエイジングケアの効果をアップさせます。普段舌全体が上顎に広く触れていない場合は低位舌と呼ばれ、ブルドッグ顔や笑いじわができやすいんです。落ちすぎている舌の位置を改善し、パッチリ目を作る筋肉眼瞼挙筋の機能を回復し、顔のたるみも同時に解消してしまいましょう。動画の最後にはパッチリ目のために絶対に行ってはいけない一般的によく知られている美容法もご紹介します。それでは早速始めていきましょう。始めましょう。首の柔軟性のチェックから始めます。右、左、左右、上向き下向き、どちらかやりにくい方向があればチェックをしてみてください。首が凝っていると顔がたるみやすくなり、目の筋肉も落ちやすくなります。エクササイズの後にビフォーアフターをチェックしていきましょう。まずは筋膜リリースから始めます。左手を右手で持っていただいて、内向きにねじれた筋膜を外に戻していきます。ぐるっと腕をねじりながら首をかしげていきます。呼吸をしながら行っていきましょう。一つの腕につき6回ねじっていきます。今度は逆側も行います。左手を右手で持っていただいて、外にねじりながら首をかしげていきます。私たちは普段内向きで作業することが多いです。筋膜はどうしても内向きにねじれやすくなりますので、今回外向きに戻しています。逆側も行っていきましょう。左手を右手で掴んで、今度は逆側に首をかしげていきます。いろんな方向にねじれた筋膜をリリースしています。気持ちの良い呼吸をしながら行ってください。鼻から息を吸って吐き出しながらぐるっとねじって繰り返しています。腕を変えます。左手を掴んで今度は首を上下に振っていきましょう。最後は右手を掴んで首を上下に振って筋膜のねじれをリリースしていきます。C カーブストレッチを行っていきます。鼻から息を吸って胸を開いて、吐く息で背中を丸めます。胸の筋肉と背中の筋肉、表と裏どちらか一方が凝り固まれば姿勢が崩れます。しっかりとほぐして動きやすくしておきましょう。吸う息で胸を開いて手のひらを上に、吐く息で手のひらを下向きにしながら背中を丸めます。首肩力を抜いたまま行っていきましょう。
猫背を改善するワークアウト、プルダウンを行っていきます。右手、左手、最後は両手、3回に分けて行っていきましょう。吐く息で右手を下に、吸う息で戻して、吐く息で今度は左手を下、最後は両手で胸を開いて肘を下ろしていきます。片方ずつ行うことでどちらかの筋肉が凝り固まっているなどの確認にもなります。どちらかが特にやりにくいなどがあれば、一時停止をして片方多めに行ってみてください。体の歪みの予防にも役立ちます。ストレートネックを改善するために後頭下筋群をほぐしていきましょう。手を組んで頭の後ろに、親指を首と頭蓋骨の付け根に置いて、吸う息で顎を上げて吐いて緩めます。親指を徐々に真ん中にずらしながら行っていきましょう。この筋肉が凝ると首が前に出やすくなります。顔のたるみにもつながりますのでほぐしておきましょう。調査乳突筋のストレッチを行っていきます。真ん中、左右それぞれ3回に分けてストレッチをしていきます。真ん中を伸ばす時だけ舌を上に上げながらしっかりとストレッチを深めます。吸う息で伸ばして吐いて緩めて繰り返しています。筋肉の付け根を押さえながらストレッチをすることでしっかりとストレッチすることができます。吸う息で首の付け根を押さえながら上向きに吐いて緩めます。3回を1セットとして6回分行っていきましょう。側頭筋をほぐしていきましょう。この筋肉が凝り固まると顔がたるみやすくなります。気持ちの良い呼吸を繰り返しながらぐるぐると円を描くようにほぐしてみてください。気持ちがいいなと思うぐらいの程度で押すのがポイントです。口元のたるみを改善していきましょう。下のワークアウトを行います。まずは上向きでぎゅーっと持ち上げて、今度は下向き、次は右向き、次は左向きと順番に行っています。ちょっとね、唾液を打つそうになりますので気をつけてください。普段縮んでいる舌をよく伸ばしておいて、口の中から顔のたるみを改善します。普段なかなか伸ばさないところなので舌が痛くなると思いますが、
エクササイズの後、かなり実感が分かりやすいトレーニングですので、ぜひ行って頑張ってください。今度は下をホッピングしていきましょう。上にギューッとできるくらい吸い上げて吸い上げて吸い上げてポンと下ろします。これを繰り返します。7回行っていきましょう。できる限り吸い上げて吸い上げて吸い上げてポンと離します。上唇を舐めるように舌を動かしていきましょう。半円を描くように動かします。右回転、左回転交互に行っています。眼瞼挙筋のワークアウトを行っていきましょう。前頭筋の下あたり、眉毛の上あたりに3本の指を軽く置いて、おでこの筋肉が動かないようにしたままガッと見開いてください。できる限り見開いて見開いて見開いてリリースします。右側に目の絵がありますので、その間はしっかりと見開いてください。できる限り見開いて見開いてリリースします。押さえている指はあまり力を入れないように、皮膚に負担をかけないように頑張ってみてください。動画の場合は指の位置が上になっていますが、皆さんは眉毛の上に置いて行ってください。できる限り見開いて、おでこの筋肉を使わずに目の筋肉でカッと目を見開きます。緩めます。OK、お疲れ様でした。最後に運動前と左右の首の動かしやすさ、舌の位置、目の開き具合などをチェックしてみてください。眼瞼挙筋のダメージにつながる一般的によく知られていて、やっては絶対にいけない美容法ですが、まぶたを直接こするようなマッサージや美容法だけは避けてください。皮膚を痛め、まぶたのたるみにつながり、眼瞼下垂、眠たそうに見える目が悪化してしまいます。なぜなら、物理的にまぶたをこすると、まぶたを上げる際に大切な腱板につながる虚筋腱膜という薄くて硬い膜が緩んだり、虚筋腱膜と腱板の
結合部分が外れやすくなるからなんです。つまりは過剰な力がかからないように極力しておかないと、負荷がかかりすぎてアキレス腱が断裂するかのように眼瞼虚筋腱膜の断裂が起こりやすくなります。一旦完全に外れて眼瞼下垂、眠そうな目になってしまうと、手術によって断裂を治すしか方法がなくなってしまいますので、刺激はできるだけ避けてください。目がかゆい時、洗顔時にタオルで目のあたりを拭く時、アイメイクを落とす時、そんな時であったとしても、できる限りまぶたはこすらないように気をつけてください。かゆい時にはこすらずに冷やしたタオルなどを使うと収まりやすいです。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。See you in my next video. Bye!